お話丸かじり。このチャンネルでは様々なお話を脚本化して朗読劇でお届けしております。今回お届けしますのは日本の怪談です。タイトルをお願いします。第95夜のお話は重ねが淵。演者は鏡凛と浅井優。ストーリーテラーは私山本真由美と米村隆一がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。重ねが淵。悲劇は常に繰り返される。それは人のよこしまな考え、悪意によって膨れ上がり、時には甘美にさえ味わえる。人は人を犠牲にする。鬼や魔物の類は常に人の心から生まれる。昔々、下総の国、羽生村にある百姓夫婦がおりました。夫の名は与右衛門、妻は5歳で杉と言いました。そしてここにもまた一つ悲劇が繰り返されようとしていました。さあ、もう一度力んで頭が出たよ。産婆が赤子を取り上げ、へその緒を切りました。そして生まれたばかりの娘を母に抱かせようとしたその時、あいつだ、あの子供と同じだ。その子供は産声を上げることもほとんどなく、ただ産婆と母親である杉の方をじっと見つめておりました。その容姿は片方だけ異様に膨れ上がったまぶた、口は大きく裂けておりました。やはり案じていたことが起こってしもうた。たたりじゃ、助のたたりじゃ。時は遡り5年前、杉にはもう一人の子供がおりました。その子供の容姿も同じような姿をしておりました。なんだいこの化け物は。こんなの私の子じゃないよ。あの人がこいつを見る前にどこかに捨ててきておくれ。できぬ。私もこの職について様々な子を取り上げてきたが、このような子供は見たことがない。神のお告げなのかもしれん。魔が宿った恐ろしい子じゃ。冗談じゃないよ。魔が宿った子だなんて、たたりが怒るといけないから早く捨ててこいって言ってんだよ。あんたができないって言うなら私が捨ててくるから。魔が宿った子だからこそ捨ててはならんのじゃ。邪険に扱いは必ず後にこの家に、いやこの村全体に大きな災いが襲いかかる。どうか誤ったことはせず、この子を大切に育ててくだされ。産婆の言葉に恐れをなした杉は、この赤子に助と名付け、しぶしぶ育てておりました。魔物の呪いなのかはわかりませんが、この醜い子供の噂はたちまち村全体に広まりました。そして杉とその家族は村人から嫌われ憎まれました。杉の夫も醜い助を毛嫌いしていましたが、原因不明の病に倒れ亡くなってしまいました。未亡人となった杉は与右衛門と改めて夫婦になりました。しかしその与右衛門も醜い助を疎ましく思っておりました。夫に嫌われることを恐れた杉は、最愛であるはずの我が子を殴りつけ、深い川に投げ入れてしまったのです。それから
一年という月日が流れ、杉は再び身ごもり、5年前に生まれた助の顔に生き写しの女の子を産んだのです。子供はルイと名付けられました。噂はまた村中に広まりました。あの子供は助の生まれ変わりに違いない。重ねじゃ。魔が宿った重ねの子なんじゃ。その7年後の秋に不幸が立て続けに起こりました。助を闇に葬った杉は重い病にかかり、そしてその夫の与右衛門も妻の病が移り、苦しみながら共に幼いルイを残し、この世を去りました。村の嫌がらせはそのまま子供であるルイに降りかかりました。しかし、与右衛門と杉は自分たちが楽をするために金を大量に貯めておりました。皮肉なことにそれがこの哀れな娘の唯一の救いになったのです。残された多額の金はそのまますべてルイのものとなりました。そのおかげでルイは天涯孤独となっても暮らしに不自由はなく、これといった病にかかることもありませんでした。成長し、娘となったルイは相変わらず容姿は醜く、村人の誰もが寄りつきませんでした。そんなある日、一人の若者が道端に倒れておりました。若者は今にも死にそうでしたが、村人は誰もその若者を助けようとはしませんでした。どうなさいました？しっかりしてください。誰かこの人を私の家に運びます。手伝っていただけませんか？そいつはこの村のものじゃねえ。何を考えてるかわからん。放っておくと死んでしまいます。その方がよかろう。よそ者は信用できねえ。ルイは一人で男を担ぎ家まで運びました。ありがとうございます。喋ってはなりません。今はお体をゆっくり休ませなければ。あばら屋ですが、ゆっくりお休みください。私は身寄りがない男です。村の人たちにああ言われても仕方がないんですよ。この村の人たちは変わり者を嫌う趣があります。私にもほとんど関わりを持ってくれません。私の顔が醜いから近寄ろうとはしないんです。ひどい話だ。人は見かけじゃないのに。あなたは心根の優しいお方だ。どうしました？そのようなこと初めて言われました。なんだかとても嬉しくて。ルイは目に涙を浮かべて言いました。私は弥五郎と言います。見ての通りの流れ者ですが、どうかこちらにしばらくの間ご厄介になってもよろしいでしょうか。病が治るまでなら。こうしてルイは素性のはっきりしないこのやさ男と暮らすことになりました。やがて弥五郎はルイを様々な文句で口説き落とし、夫婦となりました。この女を手なずけりゃこっちのもんだ。そしてこの家の主、二代目与右衛門となり、ルイのものであったこの屋敷や土地、遺産すべてを手に入れたのです。すべてが自分のものとなった後、弥五郎はルイに対する態度や接し方が変わり、ルイを避けるようになりました。あなた、お食事ができました。こんな遅くにお出かけでございますか？ああ、村の寄り合いに呼ばれていてな。新たに職を与えてくださるそうだ。そうですか。行ってらっしゃいまし。帰りは朝方になる。朝方。
一夜をまたぐなんて随分と長い寄り合いだこと。私を疑っているのか。まあ、それでも構わんが、私はこの家の主だ。これからは、私のやることにいちいち口出しをするな。やがて弥五郎は、類を疎ましく思い、密かに亡き者にする計画を立てました。あの醜い顔で、一丁前に嫉妬深くてな。一緒にいると、いつも吐き気がしてくるんだ。まあ、気の毒ね。それで、ルイさんとはいつ別れてくれるんだい？もう少し待ってくれよ。今、どうやって死なせるかを考えてるところだ。あやめは嬉しそうに弥五郎に抱きつきました。類に対する弥五郎の言動は日増しに悪くなり、類の疑いをさらに強めていきましたが、けなげにも類は最後まで弥五郎を信じようとしていました。皮肉なことにそれがあだとなり、取り返しのつかない結果となるのです。その年の8月11日、類は助が殺された鬼怒川に来ていました。私がこんな醜い顔じゃなければ、弥五郎さんはもう私のことを必要としていない。弥五郎さんだけじゃない。みんなが私を嫌い、憎んでいる。醜いことはそんなにいけないことなの？ああ、つらい。いっそこのままこの川に飛び込んで死んでしまいたい。すると、自分にそっくりの一人の男の子が現れて、類のそばに座りました。このまま川に飛び込んで死ぬつもりなのか。そんなことをしてはダメだ。あなた、誰？助、オラはお前の兄だ。違う！近寄らないで！そう言うと、類は助を遮り、その場を離れました。そしてまた川に飛び込もうとすると、今度は一人の男が近寄りました。弥五郎さん、どうしてここに？お前こそ、こんなところで何をしている？あなた、私の親の遺産や土地目当てで一緒になったんでしょ？寄り合いと言って毎晩出かけるのもよそに女がいるんでしょ？初夜から一度も抱いてくれなかった。私が醜いから。私の生涯って一体何なの？私の家から出てって勝手に女とどこへでも行けばいいわ。でも私の家や親の遺産は渡さないから。何を勘違いしている。確かに連日夜通しになってしまっていたのは悪かった。私は村に信用されたかったんだ。仕事がなければお前を養ってはいけない。もしお前とこのまま村を出れば、私はお前の遺産を食いつぶし、いずれは二人とものたれ死にだ。でも先日やっと長から傘張りの仕事をもらえた。今までお前を構ってやれなくてすまなかった。わかった。明日荷物をまとめて出ていく。どうやら私は村の信用を得ることに懸命になりすぎて、お前の信頼をなくしてしまったようだ。ダメな男だな。待って、知らなかった。あなたが私のためにそこまでしてくれたなんて。ごめんなさい。分かってあげられなくて。弥五郎は類に近づいて言いました。私は今もお前に感謝している。そして
惚れているんだ。弥五郎さん。ルイが弥五郎に寄り添ったとき、再び助が現れ、ルイの耳元で囁きました。近づいてはダメだ。きっと、殺される。私は、あなたとは違うのよ。必ずこの人と幸せになってみせるわ。ルイが心でそう助に伝えると、弥五郎に抱きつきました。弥五郎さん。苦しい。弥五郎さん。なぜ？弥五郎が突然、ルイの首を締め付け言いました。そうさ。私は、お前の財産が欲しいんだ。それに、お前が邪魔なんだよ。これ以上、醜いお前と暮らすのも限界だ。頼むから、私のために死んでくれ。なぜ？ルイは、目に涙をため、次第に意識が薄れていきました。そして痙攣を起こし、息を引き取りました。見開かれた眼差しは、目の前の憎き男に向けられておりました。やっとくたばったか。手こずらせやがって。あばよ、化け物。そう言って、弥五郎はルイを川に落としました。それから3日経ちましたが、ルイの死体は川から上がりませんでした。その後、ルイの遺産と家を我が物にした弥五郎は、あやめと祝言を挙げました。どうか末永をよろしゅうお願いいたします。しかし、祝言を挙げた年の冬に、あやめは原因不明の病でこの世を去りました。その後、弥五郎は5歳を迎えましたが、2人目の妻も病死。3人目は川で溺れ、4人目は馬にひかれ、弥五郎と夫婦になった女は、次々と謎の死を遂げたのです。まさか、ルイのたたりなのか。そして5人目の5歳を迎えた弥五郎は、祈祷師を呼び、お祓いをしてもらいました。お祓いだなんて大げさです。どうか末永をよろしゅう。苦しい。5歳の梅は苦しみの末、体から血を吹き出してこと切れました。祈祷師はそのまま逃げ出し、川に身を投げました。またか。くそ！あの化け物め。弥五郎は意地になり、嫁を探し続けました。そして、6人目の5歳、清と祝言を挙げました。どうか末永を。その言葉は言わないでくれ。縁起が悪い。わかったよ、弥五郎さん。私、あんたの子供を産んでみせる。化け物なんかに負けるもんか。そして1年後、清は無事に女の子を産みました。その子は菊と名付けられ、大切に育てられました。その後、何事もなく平穏な日々が続いていたのですが、ある年の12月末、娘の菊が原因不明の病に侵されました。菊は高熱が続き、危篤のまま年が明けました。やがて菊は、顔つきや声があのルイそっくりに変わっていきました。ああ、この顔は、あの女の顔だ。どうして私を殺したの？菊、何を言ってるんだ。しっ
かりするんだ。この子供が喋ってるんじゃない。私はあんたが殺したルイ。またの名は重ね。殺したってどういうことなんだい？知らなきゃいくらでも教えてやる。この男はね、人殺しだ。私の首を絞めて川に落としたんだ。ルイは菊の体に取り付き、弥五郎の悪事を語り出しました。私はこの男が許せない。キヨ、これは何かの間違いだ。黙れ、化け物め。弥五郎はルイが取り付いた菊の首を絞めようとしました。やめて、お父さん。ああ、菊、許しておくれ。大丈夫か、菊。とにかくこのままでは拉致が開かない。何としても悪霊を払ってもらおう。キヨは飯沼の愚行寺に行き、祐天上人を訪ねました。私の娘が悪霊に取りつかれているのです。どうかお祓いをお願いします。また悲劇が繰り返されたか。詳しいいきさつを聞かせていただこう。除霊はそれからじゃ。キヨは自分が知り得るすべてのことを上人に話しました。祐天上人は意を決して言いました。あなたを見ておおよそのことはわかりましたが、かなり強い霊が取り付いております。私を含めこたびの除霊にて命を落とす者も出るやもしれぬ。お覚悟のほどはいかがですかな。私や主人の命はどうなっても構いません。でも娘の菊はどうか救ってやってください。お願いいたします。祐天上人の予測通り、すでに二つの霊によって制裁が行われようとしていたのです。菊に取り付いたルイが菊から離れ、弥五郎を鬼怒川へと追い込んでおりました。ルイ、許してくれ。もう私を苦しめるのはやめてくれ。何でもする。だから成仏してくれ。弥五郎はルイの霊から必死で逃げ、とうとう川に入り込んでしまいました。あんたは顔の醜い私をこの鬼怒川に葬った。今度は私が心の醜いあんたを同じようにこの川に葬ってやる。助けてくれ。このままでは溺れてしまう。岸に上がらねば。弥五郎は我に返り、浅瀬に戻ろうと泳ぎました。でも戻れば戻るほど、なぜか深い溝にはまっていきました。誰かが私の足を引っ張っている。足が立たない。わあ、助けてくれ。許してくれ。助けてくれ。地獄へ落ちろ。川の中には男の子が弥五郎の両足を抱え、深く深く沈んでいきました。それをもう一つの霊が水面の上で満足そうに見据えていました。
一方、清と共に弥五郎の屋敷に急いだ祐天上人は、菊を見つけると、除霊の支度に取り掛かりました。どうやら、ご主人の方は間に合わなかったようだ。すでに報いを受けてしまったか。商人は悲しく言うと、心を集中し、強い念の主を呼びました。すると、あたりが薄暗くなり、空気がどんよりと重くなり出しました。そして、類は再び菊に取り付いて、語り出しました。貴様らも皆、鬼怒川に落として溺れさせてやる。落ち着いてくだされ。ひどい目に遭いましたな。知った風なことを言うな。菊は口から吐砂物を吐き出し、商人の顔にかけました。私は、醜い顔のため、ろくな生涯ではなかった。挙句に、最愛の主人に殺され、川に捨てられた。あなたの生涯は終わってしまったのです。憎しみや未練を残し、いつまでもこの世にさまよっていては、決して安らかにはなれぬ。どうか、すべてのしがらみを打ち消し、心安らかに成仏してくだされ。増上マンのクソ坊主め、貴様の説教など聞きとうないわ。屋敷の中に強い風が吹き、あらゆるものが吹き飛びました。やがて風は止み、あたりが静かになりました。類は成仏してくれたのかい？荒領事だったが、気配はなくなった。よかった。いや、まだもう一人おる。しばらくすると、菊がまた苦しみ出しました。ほらもう、類と同じ気持ちじゃ。誰もが醜い我らを嫌い、あざけり、憎んだ。そして、挙句の果てに、醜き心を持った者に命を奪われた。その者たちは、すでにこの世を去り、地獄で重い苦しみとともに罪を背負っておる。安心してくだされ。御仏のもとか。我らもそこに行けるのか。はい。御仏のもとは良きところです。そこには身分も分け隔ても飢えや病もない。この世が生み出す苦しみは何一つないのです。さあ、恐ろしいことは何もありません。心を落ち着けて。そう言うと、祐天上人は二つの魂に10年を唱えて戒名を与えました。霊は天高く上がっていきました。なんとも良い心地じゃ。確かに。じゃが、私は、やはり、許せない。この後、助は迷わず成仏しましたが、類は御仏のもとに入り込むその時まで迷っておりました。そしてその迷いは、御仏のもとで消えてしまったかのように思われておりました。しかし、
時を超え、悲劇はやはり繰り返されてしまった。さまざまな時代を超えて、いつになっても私のような醜い者、弱き者が苦しめられる。人が罪を犯す限り、悪人がこの世にはびこる限り、私は仏の言葉など信じぬ。そしてこの話は後にこの男たちにも影響を与えました。これはおいらがあの傑作東海道四谷怪談を書く前のことだった。悲劇は常に繰り返される。それは人のよこしまな考え、悪意によって膨れ上がり、時には甘美にさえ味わえる。顔を見ないと思ったらここにいたのかい。何もこんなところで筆を進めることはないじゃないか。あの写楽や葛飾北斎も所構わず頭の中に浮かんだものをただひたすら自由に描いていたんだ。おいらだってこうして自由に描いて傑作を生み出すんだ。世の中は相変わらず物騒だね。瓦版を見たっていう乙女さんから聞いたんだけどさ、また女が殺されたってよ。しかも殺したのはその女の旦那だって。そうかい。確か金蔵誌にそんな話出てきたな。それを題材に一つ書いてみるか。色模様をちょっと仮豆。変わった題だね。ま、見てなって。そしてこの男にも鬼や魔物の類は常に人の心から生まれる良い仕上がりです。次の演目のお題が決まりました。神経重ねが淵壮越殺し。牡丹灯籠と同じく自信作です。皆さん楽しめると思いますよ。そしてその他にもさまざまな形で表現され、実話に基づく怪談として今も伝えられているのです。おしまい。ということで第95夜重ねが淵をお送りいたしました。はい。いかがでしたか？いや怖すぎる。もう今回こちらのテーマにはなるんですが、輪廻転生の恐ろしさ。そして今回こちらなんですけど、はい、実話に基づく怪談。実話。はい。まあ鳥肌がすごいくなってきた。本当に我々もその再現ドラマを何回かやらせていただいてるんですけど、はい、やっぱり実話っていうだけでちょっと荷が重いですよね。重みが違います。はい。この重ねが淵なんですけれども、はい、日本四大怪談の一つということなんですよね。はい。はい。で残りの3つがですね、四谷怪談、はい、番町皿屋敷、はい、牡丹灯籠となっております。はい。お話丸かじりにありますので、ぜひ聞き比べてみてください。お願いいたします。はい。そして死霊と生き霊、どちらが怖いですか？死霊ですね。死霊ですか？はい。いや私生き霊の方が怖いですね。本当ですか？いやだって日頃会ってる人たちの念がもしかしたら自分の後ろにドーンと乗っかってるかもしれないんですよ。そう考えれば相当怖いですね。ちょっとゾクゾクしてきましたはい、はい、それにしても、醜いということなんですけれども、はい、これは、罪なのかどうかという部分があるんですが、そうですね。
やはりこの時代って顔でもう決まってしまう部分が多いんですよ。はい。何も自分は悪くないのに顔が見にくいばっかりに縁談が決まらないという、辛い思いをしているところが多いんですよね。実際今でもやっぱりそういう悩みを抱えている人もいますしね、ただこれを、今では個性っていうのを捉えてますから、自分もやっぱりちょっと自分の顔もそんなに良くはないんですけど、何かしらいい個性があるなって思って毎日生きてますね。その部分ではもういい時代になったなと思いますけどね。本当ですね、ということで第95夜日本のお話重ねが淵をお送りいたしました。次は世界のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は米村隆一と山本真由美でした。それでは皆さんおやすみなさい。恋する乙女で水でもって愛を抱くの I miss you。 次回第96夜のお話丸かじりは、ギリシャの神話メデューサをお届けします。やがて美しい女性になる。お前に力を分けてあげる。私は翼をあげるわ。宮殿の出入りを許します。私は純潔を守らなくてはならない。美しい花よ、私の心を癒しておくれ。私の名誉とお前自身を汚した罰だ。純潔の女神よ、お前の築き上げたものすべてを失うがいい。メデューサは大罪を犯したの。まともに戦うと怪物の魔力で石になる。この男は神に守られている。許してくれ、三姉妹よ。次回もお楽しみに。皆さん、今回のお話はいかがでしたか？よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは次回のお話まで。またね。